皆さんこんにちは。あかね的日本語教室のあかねです。突然ですが、皆さん最近日本語がなかなか上手にならない、特に話せるようにならないっていう悩みはありませんか？今日は私の語学学習の経験を皆さんに少し話したいと思います。とは言っても私もすごくできるというわけではないんですが、私も皆さんと同じように外国語を勉強しています。英語と中国語を今勉強しているんですけれども、やっぱりなかなか上手にならなかったので、皆さんの気持ちが本当によくわかります。なので私がどうやって勉強しているかっていうのを少しシェアして、もし少しでも皆さんの参考になったら嬉しいです。今日特に話したいのは英会話についてです。英語の会話についてです。ちなみに今ここはね、私の家ではありません。千葉県の Airbnb で撮影しています。はい。まず、英語の学習歴、どのぐらい英語を勉強しているのかと、どうして英会話を勉強しているのか、あとどうやって勉強しているかについて話したいと思います。まず英語の学習歴なんですが、私は中学生から英語の勉強を始めました。学校で勉強を始めました。で、高校生、大学生の時も英語を勉強しました。中学生と高校生の時の英語の勉強はほとんどリーディングとかライティングとか読むことが中心で、会話を勉強する機会はほとんどありませんでした。私の時の時代なのでちょっと今変わってるかもしれないんですけど、主に受験のための英語を勉強していた記憶があります。なので直接英語のネイティブスピーカーと話すという授業はほぼありませんでした。少しはありましたけどね。でもやっぱり問題を解く、テストをやるっていうのが中心の勉強でした。そして大学生になってからも私は実はその英語を勉強する学科だったんですね。英語と中国語を勉強する学科だったので、英語ももちろん勉強していたんですけど、やっぱり読むことが中心でした。だから大学生になっても私はそのネイティブスピーカーと話すっていう機会があまりありませんでした。友達は1ヶ月アメリカやカナダに留学していた人もいたんですが、私は中国に1ヶ月留学していたので、そういう英語のネイティブスピーカーと話す機会はあまりありませんでした。はい。そして私は大学生になってから本当に中国語の勉強が好きになって、英語よりも中国語を勉強する時間の方が長かったんですね。なのであまり英語の勉強は正直に言うとしていませんでした。もちろん就職活動のために TOEIC を受けたりはしたんですけど、正直すごく点数はここで堂々と発表できるような点数ではないですし、その TOEIC の点数でじゃあ英語を生かして仕事をしましょうっていうのはなかなかできないようなギリギリの点数でした。それぐらいのレベルです。で、本当に話せませんでした。そして3年前くらいから英会話のレッスンを受けるようになったんですけど、どうして今まであんまり英会話に力を入れてこなかった私が突然英会話のレッスンを受けようと思って今受けてるのかについてちょっと話したいと思います。これはもしかしたら皆さんも経験があるかもしれないんですけど、私は大学生とか社会人になったばかりの頃は結構海外旅行が好きでいろんな国に行きました。で、英語を話す国に行くたびになかなか英語でコミュニケーションができなくて、日本に帰国するたびによし、これから英会話を練習しよう、英語を話せるように、英語が話せるようになりたいと思ってちょっと勉強し始めるんですけど、やっぱり何ですかね、挫折してしまうことが多かったんですね。始めても長く続かないことが多かったんです。やっぱり英語を話すっていうのは私の中ではどこかの教室に行って先生と話すっていうイメージだったので、それが1週間に1回とかだと結構時間がなかったんですね。仕事をしているので週末しか
行けないし、週末も予定が入ってしまうとその英会話のレッスンに行けないことが多かったので、始めても1ヶ月とか2ヶ月で辞めてしまうことが多かったんです。で、あとは年齢のせいにしてました。どうせやっても今から勉強しても覚えられないだろうなとか、今から始めてももう若くないし話せるようにならないだろうなって諦めてたんです。でも私日本語教師で日本語を教えてるんですけど、実は iTalki っていうオンラインプラットフォームでも日本語を教えてるんですけど、その生徒さんたちの年齢がね、結構50歳とか60歳の方もいて、で日本語の勉強を始めたのも例えば40代とか50代から始めたっていう人もいたんです。でそういう生徒さんに出会ってから、あ、年齢って関係ないかも、今から始めたら話せるようになるかもしれないと思って、私も iTalki で英会話のレッスンを受け始めました。 iTalki は150以上の言語をネイティブスピーカーと一緒に練習できる語学学習アプリです。自分の好きな時間に好きな場所でネイティブスピーカーと会話の練習をすることができます。iTalki で英会話のレッスンを受け始めたのは3年前からです。だいたい1週間か2週間に1回30分のレッスンを受けるようにしています。ちょっと実際にどういうふうにレッスンを受けているのか、こちらの映像を見てほしいんですが、その前に私のレッスンの受け方をちょっと説明したいと思います。まず私はね、レッスンを受ける前にどんなことを話したいのか考えます。っていうのも、そんなにまだ英会話が上手じゃないし、トピックによっては知らない単語もたくさんあります。なのでまず何を話したいのか決めて、で事前に私が知らない英語の単語を調べておきます。話したいトピックが決まれば、こういうことを話すっていうのが多分分かってくると思うので、こういうこと話したいなって考えてる時に、あれ、この単語ってどうやって言うんだろうっていうのを調べます。でその後英語のレッスンを受けます。で英語のレッスンを受けるときはなるべく調べた単語を使いながら話します。ちょっと実際にレッスンを受けている映像があるのでご覧ください。レッスンの予約はとても簡単です。私は iTalki でスピーキングの練習をしたいので、会話の練習ができるレッスンを予約します。今回は30分のレッスンを選びます。そして自分のスケジュールを見ながら時間を選びます。レッスンをするときは iTalki のクラスルームをはじめ、Skype なども使えます。確定を押せば予約完了です。はい、今から20分後に英語のレッスンを受けます。今日は私が出版することについて英語の先生に話したいと思います。話したい内容をいろいろ考えて、ちょっとこれはまだ英語で話せないかなとか、ちょっとこの単語はまだわからないなというのは今から事前に調べて書きたいと思います。単語を調べる時間はだいたい5分から10分くらいにしています。そして過去に話したトピックや、あとはわからなかった単語なども復習します。Hello! Time flies! Yes, it does. It's been a few months, hasn't it? Yeah, how are you? I'm doing quite well. Tell me about what's new with you. I'm good, and I have an important announcement today. Oh, I publish my book this week. that's so exciting. Well, I'm interested to know what is the topic of your book? The topic is Japanese conversation. Okay, Japanese conversation. Yes, And is it... Oh, go ahead. for example, cafe and restaurant ordering, and hotels check-in, and hospital. Okay, so various settings where people need to communicate. Mhm. And tell me a little bit about getting the book published. Did it take a long time, or what was the process like? I spent over 1 year to write this book. It's Mhm. so hard for me to write it. It's a lot of work. Yes.
and I am not famous people. So I don't know how to contact with publisher. Mm. Mm, In the beginning, it's difficult. yes, but it's so lucky for me to contact with publisher because the publisher know me. Right. Oh, okay. So you already knew somebody, or Uh, they knew you from YouTube. yeah, that's right. I see. So it's so lucky. I think it's so lucky for me. It's very lucky, but also your popularity is really increasing on No, YouTube, I think. no. Some of my other Japanese teachers know about you Oh, also. really? Mm, Oh. absolutely. レッスンが終わったら先生が直してくれた文章をノートにメモします。これは別にパソコンで入力してもいいと思うんですけど、私は書くのが好きなのでノートに書いています。そして一度全部読んでみます。1回では絶対に覚えられないので、次のレッスンを受ける前に一度復習をします。話すトピックについては本当にまだまだ英語が出てこないことも多いので、事前に予習してから話すとすごくリラックスして話すことができます。皆さんもそうじゃないですか。ネイティブスピーカーと話すとき、特に皆さん日本語を勉強してると思うので、日本語のネイティブスピーカーと話すときってやっぱちょっと緊張しませんか？伝わらなかったらどうしようとか、発音が悪かったらどうしようとか、なんかいろんな心配をすると思うんですけど、事前に予習するといいと思います。はい。で、実際に話すことで自分の発音が合ってるかどうかも分かるので、私はやっぱりネイティブスピーカーの先生と話せるのはすごくありがたいです。私のように事前に話すことを決めてもいいと思いますし、フリートークでもいいと思います。もし自分でね、何を話そうかなって考えるのが難しかったら、結構iTalkiの先生はメッセージで次のレッスンで何を話したいですかって聞いてくれる先生もいるので、その時に一緒に相談することもできると思います。iTalkiの本当にいいところは、毎週仕事のスケジュールが違う人とか、すごく忙しい人でも自分のスケジュールに合わせてレッスンを受けられることです。私は本当に毎週スケジュールが違うので、例えばじゃあ月曜日の19時から毎週レッスンをしましょうっていうのがちょっと難しいんですね。でもiTalkiだったら、この時間空いてる、じゃあこの時間にレッスンを受けようっていうのが自分のスケジュールで決めることができるので、本当に便利です。特に忙しくてなかなか学校に行けない、決まったスケジュールでレッスンを受けることが難しいっていう人には本当におすすめです。で、あとiTalkiは1回ごとにレッスンのお金を支払うので、例えば今月1回だけしか受けられない、そしたら1回分のレッスンを払う。でもじゃあ来月は1ヶ月にじゃあ3回レッスンができる、じゃあ3回分のレッスンを払うというふうに毎月決まってないんですね。だから続けやすいと思います。本当に忙しい時は、私は最近ね、出版の関係で本当に忙しかったので、1ヶ月に1回の時が本当にありました。でも1回ごとに支払うので、そういったね、月額の料金がないっていうところもiTalkiの魅力の一つだと思います。私は今iTalkiで英語と時々中国語のレッスンを受けていますが、iTalkiには日本語の先生もたくさんいます。いろんなレベル、いろんな内容でいろんな内容を教えてくれる先生がいるので、本当におすすめです。日本語、英語、中国語以外にもたくさんの言語を勉強できますし、iTalkiには3万人以上のネイティブスピーカーの先生がいるので、自分に合った先生を探すこともできます。そしてレッスンは1対1です。自分のレベルとか自分の目標に合わせてレッスンを受け続けることができるので、継続しやすいと思います。皆さんも自分の好きな時間に好きな場所でiTalkiのレッスンを受けてみてください。スマホでもパソコンでもタブレットでもレッスンを受けることができます。日本語の会話の練習がしたいと思っている人、今から始めませんか？遅くないですよ。
年齢関係ないですよ。大丈夫です。やりたいと思ったら今からやりましょう。今回初めてiTalkiでレッスンを受ける人には特別なクーポンがあります。この動画の概要欄にあるプロモーションコード AKANEAUG を入力して10ドル購入すると最初のレッスンで5ドルもらうことができます。先着50名が使えるクーポンなのですぐにチェックしてくださいね。語学学習で大事なのは継続することです。続けることです。皆さんも好きな時間に好きな場所でiTalkiでレッスンを受けてみてください。iTalkiのリンクとクーポンコードはこの動画の概要欄にあるのでぜひチェックしてみてください。はい、今日は私の語学学習の経験を少し皆さんに話しました。少しでも参考になったら嬉しいです。私もこれからも英語や中国語を勉強し続けるつもりです。一緒に頑張りましょう。最後まで見てくださって本当にありがとうございます。今日はここまでです。また来週お会いしましょう。バイバイ。